照明が消え、一本のろうそくだけが灯されたスタジオ。そこで男は暗闇に向かって叫び続けた。なぜ彼は光を拒んだのか。隠された伝説の幕開けは、あまりに静かで、不気味なものだった。1960年代後半のロサンゼルスで、異彩を放っていた4人組、ザ・ドアーズ。彼らの音楽は、単なるロックではなく、演劇であり、哲学であり、何より徹底したこだわりに基づいた芸術作品であった。ボーカルのジム・モリソンが放つ言葉の牙と、それを支える緻密なアンサンブル。その裏側には、狂気にも似た執念が渦巻く、レコーディングの現場があった。彼らがどのようにして、あの唯一無二の響きを作り上げたのか。今日はその深淵に迫る秘話を紐解いていく。1965年、ロサンゼルスでジム・モリソンとレイマン・ザレクが出会ったことから物語は動き出す。ジムが口ずさんだムーンライトドライブの一節にレイは衝撃を受けた。すぐにバンドが結成され、彼らは数々のクラブで腕を磨きながら独自のスタイルを確立していった。しかし初期のレコーディングは決して順風満帆ではなかった。最初のデモ音源を制作した際、エンジニアやスタッフは彼らの音楽を理解できずにいた。ベースレスという異質な編成が録音の現場では大きな課題となったからである。ピアノの低音域でベースラインを弾くレイのスタイルをどう生かすか。それは当時の技術的な常識を覆す挑戦の始まりであった。デビュー作であるザ・ドアーズのレコーディングはわずか6日間で行われた。1966年8月、サンセットサウンドレコーディングスタジオに入った彼らを待っていたのはプロデューサーのポール・ロスチャイルドであった。彼は完璧主義者として知られ、メンバーに対して妥協なき演奏を要求した。当時の録音環境は現代とは比べ物にならないほど制限されていた。4トラックのレコーダーという限られた機材の中で彼らは一発撮りに近い緊張感を持って挑んだ。ジム・モリソンはスタジオの空気を一変させる圧倒的な存在感を放っていた。一方で彼は歌うだけではなく、マイクの距離や自身の立ち位置にも細心の注意を払っていた。ジムの声には深いリバーブが必要不可欠だった。エンジニアのブルース・ボトニックはスタジオのライブ室やエコーチェンバーを駆使してあの浮遊感のある響きを作り出した。ジムはしばしば照明を落とした暗闇の中で録音を行うことを望んだ。視覚を遮断することで言葉に込める感情を研ぎ澄ませるためである。彼はマイクを単なる集音機ではなく自身の体の一部として扱っていた。時にはマイクに噛みつかんばかりの勢いで奉公し、時には囁くような吐息を吹き込んだ。この緩急こそがザ・ドアーズの楽曲に潜む緊張感の正体である。レコーディング中に彼が見せる異常なまでの集中力は周囲を圧倒した。多くのアーティストがヘッドホン越しに自身の声を確認する中、ジムは生音でのフィードバックを重視した。スタジオ内での彼の立ち振る舞いはまさに舞台俳優のようであった。感情が高ぶるあまり機材に衝突しそうになることもあったが、その危うささえも音に刻み込まれた。ポール・ロスチャイルドはジムの不安定な精神状態を逆手に取り、最高のテイクを引き出すことに腐心した。一音一句に対して行われる厳しいディレクション。ジムはそれに応えるために何十回と同じフレーズを繰り返した。その過程で生まれる疲労と絶望が楽曲にさらなる深みを与えていったのである。バンド最大のヒット曲であるハートに火をつけてのレコーディングでは、楽器隊のアンサンブルが鍵となった。ロビー・クリガーが奏でるスパニッシュギターの要素を取り入れたライン。そしてジョン・デンスモアのジャズ仕込みのドラミング。これらが複雑に絡み合うことでサイケデリックな世界観が構築された。特筆すべきは中盤の長いインストゥルメンタルパートである。シングルカットのために短く編集されることを嫌った彼らは、アルバムバージョンでの完全な演奏にこだわった。このパートの録音では、各楽器の分離を保つためにスタジオ内に仕切りが立てられた。それでも彼らはお互いの目線を感じながら
あうんの呼吸でセッションを続けた。果たして彼らはベース不在という問題をどう解決したのか。ライブではレイが左手でベースキーボードを弾いていたが、レコーディングでは低音の厚みを補強する必要があった。そこで起用されたのがセッションベーシストのラリー・ネクテルであった。レイの鍵盤のラインをなぞるようにベースを重ねる手法が取られた。これによりライブの独特な雰囲気を損なうことなく、レコードとしての重厚感を獲得した。ラリーは彼らの前衛的なスタイルに驚きながらも職人芸で楽曲を下支えした。エンジニアはこの2つの低音をなじませるためにイコライジングに多大な時間を費やした。実はこの目立たない裏方の仕事こそが名盤を支える屋台骨となっていた。アルバムの最後を飾る大作「ジ・エンド」の録音は伝説的なエピソードとして語り継がれている。この曲のレコーディング時、スタジオの照明は全て消され、一本のキャンドルだけが灯された。ジム・モリソンはトランス状態に陥り、自身の内面にある闇を吐き出し続けた。予定されていた構成を無視し、即興で紡がれるし、メンバーはジムの言葉に呼応するように音を重ねていった。録音が終わった時、スタジオ内には重苦しい沈黙が流れたという。それは単なる音楽の収録ではなく、一種の儀式であった。後に行われた編集作業で、ポール・ロスチャイルドは膨大なテイクの中から最も鬼気迫る部分を選び出した。セカンドアルバムの制作では、より実験的な試みが行われた。特に初期のムーグシンセサイザーを使用したことは画期的であった。ポール・ビーバーの手によって加えられた電子音はバンドのサウンドに未知の質感をもたらした。ジムの声にもエフェクトが多用され、現実と幻想の境界線を曖昧にする演出が施された。レコーディング技術の進化が彼らの表現欲求をさらに加速させたのである。とはいえ、常に創作がスムーズに進んだわけではない。サードアルバムの制作中、ジムの私生活の乱れがスタジオ作業に影を落とし始めた。約束の時間に現れないジムを待つメンバーの間に不穏な空気が流れる。レコーディングは中断を余儀なくされることが増えた。ポール・ロスチャイルドは執拗に完璧なテイクを求めたが、ジムの集中力は散漫になっていった。一つの楽曲に数十回ものテイクを重ねる日々。完璧主義ゆえの停滞がバンドの精神を蝕んでいった。この時期の苦悩が後のハードなブルース路線への転換を予感させるものとなった。ザ・ドアーズの特筆すべき点は、すべての楽曲の権利を4人で均等に分配していたことである。これはレコーディング現場での発言権にも影響を与えた。ジムの詩だけでなく、ロビーの各メロディーやレイの編曲案が対等に扱われた。スタジオ内での議論は時に激しい衝突を生んだ。それはより良い作品を作るための不可欠なプロセスであった。誰か一人の独裁ではなく、4人の個性がぶつかり合うことで生まれる化学反応。これこそが彼らの音楽が時代を超えて響き続ける理由の一つである。レコーディング中に行われる即興のアイデア出しが名曲のフックになることも珍しくなかった。4枚目のアルバムで実験的なブラスセクションを導入した後、彼らは原点回帰を決断した。それがアルバム「モリソンホテル」である。過剰な装飾を削ぎ落とし、力強いブルースロックのサウンドを追求した。レコーディングは非常に生々しい環境で行われた。ジムの声はよりのぶとく渋みを増していた。スタジオに外部のベーシストやギタリストを招き、よりバンドらしいグルーヴを重視した。この時期のジムは自身の詩人としての側面を強く意識しており、歌詞の朗読に近い歌唱も見られた。飾り気のない音像は彼らの真の姿を映し出していた。1971年、彼らは自らのオフィスを改造した簡易スタジオで最後のアルバム制作に入った。実はプロデューサーのポール・ロスチャイルドは楽曲の方向性をめぐり途中で降板していた。代わって
エンジニアのブルース・ボトニックがプロデュースを兼任することになった。この状況が逆にメンバーの結束を強めた。リラックスした雰囲気の中で行われたセッションからは、最高傑作との呼び声高い楽曲が次々と生まれた。ライダーズ・オン・ザ・ストームの録音では、雨の音をサンプリングするなどの遊び心も取り入れられた。ジムはトイレのブルースを臨時の録音室として使い、その独特な反響音を利用した。制約を創造性に変える彼らの執念がそこに結実した。アルバムの完成後、ジムはパリへと旅立った。彼が二度とスタジオに戻ることはなかったが、残された音源は完璧な形でパッケージされた。レコーディングにおいて、彼らが追求したのは音の綺麗さではなく、魂の揺らぎであった。編集で整えられた完璧なリズムよりも、一瞬のひらめきによるノイズを選んだ。その判断基準は常に感覚的でありながら、非常に論理的でもあった。レイマン・ザレクは、後年スタジオでの日々を振り返り、技術と狂気のちょうど真ん中に魔法が落ちていた、と語っている。彼らのレコーディング秘話は、そのまま一人の詩人の生きた証でもあった。ドアーズが活動した期間は、わずか数年であったが、その影響力は計り知れない。彼らが、レコーディングにおいて見せた技術への編集的なこだわり、そして限界を超えようとする姿勢は、後の音楽制作のあり方を大きく変えた。スタジオという閉ざされた空間で繰り広げられた人間ドラマ。それは今もなおレコードの溝に刻まれ、聴く者の心に火を灯し続けている。もしあなたが彼らの曲を聴き、何か得体の知れないエネルギーを感じたなら、それはかつてロサンゼルスのスタジオで命を削りながら音を刻んだ4人の執念の残響かもしれない。その重厚な響きの中に彼らが求めた自由の形が今も息づいている。